出産で下腹出て老けた平社員のお前より美人の先輩選んでほんと大正解だったわ。心底嬉しそうに自慢げに話す元夫。本気でそう思ってるの？今にまだ下腹出てる老けた元嫁の方がマシだって思うことになるよ。ああ、仕方ない。優しい私が真実を教えてやるか。私の名前はミカ。若い頃は少しでも細くなりたいとダイエットに励んでいたけれど、この年になってみると少し肉があった方が頬や胸元が健康的に見えて若々しいかも、なんて思い始めた40歳だ。流行のメイクや服も必死に追いかけてたけど、自分に似合うものが一番。あの頃の自分に教えてあげたいや。そんな私も昔はとある事情から自分の見た目にコンプレックスを持っていた。当時の私は30代前半。夫の西野健と結婚し、娘のナナを育てながら外に働きに出ていた。いわゆるワーキングママというやつだ。というのも、夫とは同じ職場なのだが、うちの会社は社内結婚が多く、結婚後も夫婦で働き続けている人が大勢いて、寿退社なんて言わずに、育休もしっかり取っていいから、これからも旦那さんと一緒に働いてよ、とお誘いを受けたのだ。私としても子育てをしながらの転職活動は厳しいし、融通の利く慣れた会社で働く方がずっといいと思っていたので、二つ返事で了承した。だから部署は別々になったが、夫とも未だに同僚同士だ。交際のきっかけは夫の方から。社内でもイケメンと名高い夫から言い寄られた時は、まあ正直、心の中でガッツポーズをした。モテたいかモテたくないかで言えば、そりゃあモテたい。でも、なんで私を選んでくれたのかは今でもわからないままだ。夫自身は自分の顔面にも無頓着で、俺よりイケメンいるぞと真顔で、社内一毛深くてワイシャツが胸毛で膨らんでいる熊系男子を挙げたことがある。ちなみに彼の女性陣人気は最下位だ。しかし夫は嫌味ではなく本気で彼が男らしくてかっこいいと思っていた。本人が毛も薄く、色素も薄く、筋肉もあまりつきにくくてひょろっとしているせいか、毛深さは男らしさと思ってしまうらしい。そんな夫だから私のこともどうせ平安時代っぽい顔立ちと下膨れが日本美人とでも思ってくれたのだろうなぁと思う。そんな感性のややずれた夫との平穏な生活が今後も続くと思っていたのだが、別の支社からとある女性が現れて以降、私たちの関係性は一変した。東京の本社から大阪へと移動してきたその女性は私たちより3つ上の課長だった。30代の課長昇進。それも女性の身でその地位を得るなんて、この会社では異例の出世スピードだ。彼女の名前は沢戸翔子。入社当時から営業に企画にと活躍し、めきめきと頭角を伸ばし、本社の上層部からも優秀とお墨付きをもらっている人らしい。大阪支社の業績が不況の煽りを受けてあまり良くないこともあり、手こ入れ要員として派遣されたようだった。ところが、この上司は非常に癖が悪かった。彼女が赴任してきて2ヶ月目くらいだっただろうか。女性陣だけで外ランチをしていたとき、同僚が、あの人はちょっと癖悪いよと言い出した。他のメンバーもうんうんとうなずく。私だけが何も知らず、なんでと尋ねると、こないだの彼女の歓迎会で一事件あったらしいのだ。私は育児があるからと参加を断ったので知らなかったのだが、その会で彼女は上司にお持ち帰りされたらしい。お持ち帰りされた側なんでしょ？
いやいや連れて行かれて後で逃げたとかもあるんじゃない？と私が尋ねると、みんなが口を揃えてそれはないという。大阪から東京に移動した人に聞いたけど、あの人、人のものを欲しがるタイプなんだって。既婚者とか彼女持ちとかに手を出すってこと。お持ち帰り相手の上司も既婚者だし、沢戸さんがそそのかしたんじゃないかな。ミカ、あんたの旦那も危ないよ。この間、旦那くんにめちゃくちゃ上目遣いで話しかけてるの見ちゃったし。上司もまあまあイケメンだし、面食いそうだもんね、沢戸さん。急に真剣な眼差しで話す同僚たちに、私は何と答えていいかわからなかった。確かに夫と彼女は同じ部署だけど、常識的に考えれば、いくらたちの悪い人でも同じ会社に嫁がいるのを知ってて手は出さないだろう。根も葉もない女の噂話って怖いなぁ。なんてその時は思っていた。同僚たちの話を聞いてから数日後のことだった。俺、沢戸課長と同じ案件やることになったわ。出張多くなるらしいから家のことよろしくな。え？夫からの報告を聞いて思わず不安がよぎる。仕事なら出張に行くことももちろんあるだろう。普通のことだ。夫を見てもやましさ一つない。そりゃそうだ。仕事なのだから。でも同僚たちの噂話を聞いた後だと心がもやもやしてしまって。でも仕事に嫉妬したり不安になるのは良くない。気にしないようにしようと決め。忙しそうだから体壊さないようにね。とだけ返した。ところが、夫の出張は全部沢戸課長と一緒だった。それも二人きりだ。過去にも女性と男性がペアで出張に行くことはあった。あったけど、相手が相手なので、どうしても納得できない気持ちでいっぱいだった。思わず夫に、そういう時ってホテルの部屋はどうしてるの？と聞くと、別々に決まってるじゃんと笑っていたが、出張の回数が徐々に増え、それに比例するように休日に沢戸課長から連絡が来ることも増えた。仕事なので夫も堂々と、終わり、課長だと席を立ち、その素振りは実に自然でやましい気持ちなんてなさそうだ。でも本当にそうだろうか。この頃から職場でも夫と沢戸課長が楽しそうに談笑していたり、食堂でランチをとる光景を何度か目にしていた。仕事の打ち合わせと言われればそれまでだけど、そんなに頻繁に話しているなら休日に連絡してこなくても、平日のやりとりで事足りるのではないだろうか。夫を問い詰めるのは野暮だろうかと思い悩んでいた矢先、同僚がこんなことを言った。ねえ、やっぱりあんたの旦那と沢戸課長怪しくない？部署違うからわからないけど、いくら同じ仕事をやってるとはいえ、最近一緒にいすぎでしょ？他の連中あんなにべったりじゃないよ。やっぱりそう思うよね、という同意と、違う、私の旦那はそんな男じゃない、という気持ちが心の中で反発する。同僚の言葉を否定しきれず、この不安を早く解消したかった私は、ついに夫に沢戸課長との関係を問いただしてみることにした。本当に仕事の関係なら、家のために働いている夫を疑うなんて最低な話だ。でも、聞かずにはいられなかった。しかし、なんだよ、俺がお前やナナとの生活をもっと良くしようと思って働いてるのに、そんな目で見てたのか？今まで見たことのないような月光っぷりで夫が怒鳴った。あまりにも怖くて私は思わず身をすくめる。違うの。でもいつも一緒だし、連絡のやりとりも多いから。仕事だから仕方ないだろ？でも、出張もいつも一緒って、そんなケース今までなかったし、心配になる気持ちも分かって。しつこい！何でもかんでも色恋につなげるな！お花畑女！わかったよ！ほら、
携帯でも何でも見たらいいだろ。夫が携帯を投げてよこす。迷った。でも確信が欲しかった。私は携帯を開いて中を確認した。ほら、そうやって見るんだな。信頼してない証拠だよな。もういい。お前なんか離婚だ。そんな。結局、どれだけ否定しても謝罪しても取り合ってもらえず、私たちは養育費だけもらって離婚することになった。まさか離婚なんて思ってもみなかった。あんなこと言うんじゃなかった。娘を育てなければいけないので、融通も聞いて、給与のいいこの会社を辞めることはできない。しかし、別れた夫と職場で毎日顔を合わせるという環境は、精神的に応え、私は食事も喉を通らない日が続いた。離婚から3ヶ月、とんでもないニュースが飛び込んできた。ねえ、沢戸課長とあんたの元旦那、結婚したって本当？朝出社するなり、同僚に問い詰められ、私はその場で凍りついた。何の話？結婚？どういうことなの？私が聞きたい。わけがわからず、同僚と元夫の部署の方へ行くと、そこはお祝いムードに包まれていた。ご結婚おめでとうございます、沢戸課長。西野さん。西野さんも暴力的な奥さんから逃げて、沢戸課長とうまくいってよかったですね。そんな同僚や部下からの言葉に、二人はふふっと笑いながら、ありがとう。結婚しても頑張るから、これからもみんなよろしくね。と返していた。悪い夢だと言ってほしい。全くそんなことは身に覚えがないが、夫は私が暴力的な妻だったから命かながら逃げ出して離婚したというシナリオを周りに語っていた。その時に相談に乗り、その後も支えてくれたのが沢戸課長だと。絶対にそんなはずはない。浮気をして私を捨てて再婚したんだ。そんな確信がありつつも、この時の私は彼らが浮気したという証拠を持っていなかった。だってすべて仕事だと言われていたし、元夫の携帯のメールも仕事の話しかなかったから。あまりにもショックで、私はその場で貧血を起こし、その日は早退した。それから半年ほど過ぎた頃だっただろうか。仕事で使う資料を資料室に探しに行くと、ずっと避けていた元夫と遭遇してしまった。あれ、ミカじゃん。いや、ナナは元気にしてる？私たちを捨てたあなたに答える必要はないでしょ。はっ、仮にも元旦那に向かって冷たいな。ヘラヘラ笑う夫にどうしようもないほどの憎しみが湧いた。お前には娘の名前だって呼んでほしくない。元夫はあれこれ喋っていたが、不愉快なので無視していると。おいおい、無視かよ。社会人としてどうなわけ？部署は違うとはいえ、同僚だろ？仲間意識持てよ。ほんとこういう時に改めて思うな。出産で老けた平社員のお前より、美人で金持ちの先輩を選んで大正解だってな。まるで、うまいことを言った、みたいに、ははははと笑い飛ばす元夫。本気でそう思ってるわけ？哀れね。心で言ったつもりの言葉が口をついて出てしまい、それを聞いた夫はきょとんとした表情を浮かべた。哀れってどういう意味？それはお前だろ？シングルマザーになって、俺らの幸せな様子を職場で毎日目にしなきゃいけないんだから。転職すればいいのによ。あなたは知らないんだろうけど、あの人、上司とできてるわよ。あの人の歓迎会の夜からずーっと交際してるみたいね。あなたとも同時進行だったんじゃない？は？上司の奥さんも沢戸課長を訴えるって言ってるわ。待て待て。仮にそうだとしても、お前がなんで奥さんの話を知ってんだよ。沢戸課長の男癖がひどすぎて、被害者の会ができてるのよ。大阪に来てそんなに経ってないのに、あなたを含めて4人は略奪してるからね。ともいい加減にしろよ。そんなの聞いてねえよ。
新婚の後輩、さっき言った上司、彼女持ちの同僚。みんな沢戸課長につまみ食いされて、今ど修羅場よ。私の言葉に元夫は言葉を失った。知らなくても無理はないわ。今のところ女性の間でしかこの噂は広がってないものね。そりゃ浮気だから、つまみ食いされた方はペラペラ話したりしないだろうし。でも、女のネットワークってすごいのよ。どっかから漏れ聞こえてくるのよね。そう、こういう悪い噂というのは、物事に頓着の薄い男性同士よりも、目ざとい女同士の間で瞬く間に広まるのだ。いい意味でも、悪い意味でも。女性と交流の多い男性でないと、最新の噂を知ることは難しい。かくいう私もね、その被害者の会の一人に、旦那さんは浮気なのになんで訴えないんですかって言われたの。証拠がなかったことや浮気を認めてもらえなかったこと、ショックで調子を崩しっぱなしだったから動けなかった。ってことを洗いざらい話したら、いろいろ教えてくれてね。ほらこれ、見てよ。そう言って私は自分の携帯にとある写真を写した。それは沢戸課長が信頼している後輩に自慢して見せたという元夫と沢戸課長のベッド写真を画面越しに撮ったものだった。実はその後輩はもともと私が若い頃に教育係についていた子で私に懐いてくれていた。浮気の真実を知り、一瞬沢戸課長が席を立った隙にこっそり携帯をいじってメール転送して証拠を消す時間はないからと画像を画面越しで写真に撮って私に転送してくれたようだ。いろいろな意味で優秀な後輩に育ってくれて嬉しい限りである。元夫は写真を見るなり声にならない声を上げた。美人で金持ちの先輩か。そりゃ上司だし、稼ぎはいいからお金もあって、まあおっしゃる通り、子供を産んだ私よりスレンダーで綺麗よね。でも、これから沢戸課長はいろんな女性に訴えられて慰謝料まみれよ。おまけに、沢戸課長が作った SNS の裏アカウントで、東京本社でも既婚者の部長と浮気してたことが判明したから、いくら社内恋愛に寛容なうちの会社でもクビかもね。美人もいつかは老けるし、浮気されまくってるし、お金も役職もなくなったら、それって最高の嫁なのかしら。私が笑うと、夫はその場に崩折れた。嘘だろ？結婚相手に陰で裏切られる気持ち、わかった？私も同じ気持ちだったのよ。もっと嫌ってほど味わってほしいわ。ざまあ見ろよね。と私が鼻で笑っても、元夫は反応もしなかった。よほどショックらしい。つまんないから反応してくれよ。写真を手に入れたから証拠もできたし、離婚後とはいえたっぷり慰謝料払ってもらいましょうか。あの時は気が動転してたから言えなかったけど、財産分与もしっかりもらうからね。私がほとんど頭金を出した家、返してもらうわよ。元夫はしばらく黙り込んだ後、まさかの言葉を吐いた。やり直さないか？私は鼻で笑ってやった。はあ？嫌よ。最高の奥さんとよろしくやってりゃいいでしょ？俺がどうかしてた。うん。それは全面的に同意する。でも再婚は無理。だってこのままだと俺、浮気で嫁捨てた上に、次の嫁に浮気されて捨てられた男ってことだろ？会社にいられねえよ。ほんと自分のことばっかりね。あ、でもそれに関しては大丈夫よ。沢戸課長、上司ともできてるって言ったでしょ？上司があんたのことよく思ってないみたいだから、仕事しにくいとか言って、あんたの悪評を上げて、部署移動って形で地方に左遷する予定って話よ。沢戸課長が可愛がってる後輩から聞いたわ。まあ、沢戸課長だって、夫のあんたがいない方が遊びやすいわよね。それにしても、
可愛がってる女性の後輩にさえこんな風にリークされるあたり、沢戸課長はどれだけ仕事ができても女性に嫌われるタイプだなぁと思った。まあ当然か。まあ、あんたが今後どうするかは知らないけど、浮気女に離婚される負け組にならないといいわね。そう言って私は、まあ、頑張って、と手をひらひら振りながらお目当ての資料を持って部屋を後にした。その後、宣言通り私は元夫に財産分与と慰謝料請求をして、これでもかといろいろ分取らせてもらった。もちろん、沢戸課長にも慰謝料請求をした。沢戸課長に旦那を奪われたという人が4人ほどいたので、彼女は慰謝料まみれになってしまった。会社は騒動が耳に入っても関係ないというスタンスだったものの、恋人を奪われた被害者の会の元カノ軍団が会社に風紀を乱すような社員が許されるのか、御社は仕事をせず何をしているのか、と投書や電話、直談判に訪れ、結果的に沢戸課長は前代未聞のスキャンダルを理由に解雇になった。彼女の悪癖を知っていた人は、いくら優秀でもね、と口々に言っており、中には、優秀だったから黙認されていたけど、同行していたから大阪に飛ばされたのかもな、と言っていた。まあ東京のことはわからないが、きっとそうなのだろう。元夫は沢戸課長と浮気をやめて改心してくれと話し合いの場を設けるも、沢戸課長から、私、束縛は嫌いなの、と離婚を切り出された。腹をくくって嫁を大事にしようとしたのにあっさり捨てられたのだ。まあ私も元夫に捨てられた身だからかわいそうなんて思わないけどね。ざまあみろ。結局元夫は元嫁をもてあそび、社内で浮気と再婚を果たした挙句捨てられたクズ男と、かつてのイケメン社員のポジションも肩なしになるほどの言われっぷりで肩身が狭くなったのか退職していった。ちなみに元夫の顛末はなぜか同業者の間にも広く知られていて、再就職には相当苦労したみたいだ。多分元カノ軍団の仕業だと思う。取引先やら何やらにリークしまくってたみたいだから。やっと得た再就職先は超ブラック企業なようで、いつ潰れてもおかしくない会社だ。体調崩してもいいから私への慰謝料と養育費は払えよ。万が一にでも滞納されたら家まで行って責め立てるくらいの強気な心づもりだ。優しくないって？当たり前じゃん。一方、私は今もあの会社で働いている。被害者の身なので居心地は悪くないし、なんなら新しい人紹介しようかなんて言われるくらいだ。まあ当分もう男性はいらないけどね。今は子育てに必死なのでパートナーよりも高級と役職が欲しいなんてね。元夫もそうだが、スキャンダルに関わった人が退職して人手が減ったこともあり、私は部署を移動して昇進した。子育てをしているのに昇進させてもらえたのはありがたい話だ。働きやすい職場だし、同僚や後輩、上司にも今は恵まれているので、このままここで働き続けたいと思っている。娘も小学生になり、最近は家庭科の調理実習で覚えたというおにぎりをたくさん作ってくれる。まだおにぎりしか作ったことがないので、レパートリーがないのだ。帰宅すると食卓がおにぎりパーティーになっていることもあるが、まあ可愛いからよしだ。これからも母一人子一人、支え合って幸せな日々を紡いでいこう。いつか娘がお嫁さんに行く日まで。ああ、想像すると泣けてきた。それまで絶対に誰よりも元気で暮らすぞ。ファイト、私。